皆さんこんにちは、なつきです。ご視聴いただきありがとうございます。このチャンネルでは創価学会員の男性と結婚した私の体験をお話しします。ラジオみたいな感じで気軽に聞いていただけると嬉しいです。今回のテーマは結婚相手が創価の人だったらどうするかを私の体験談を踏まえて考えてみました。このチャンネルのテーマでもある話題をついに話します。私は夫が学会員で、私はそうではないですけど結婚しました。今は入会した状態ですけど未活の状態です。これまでの動画でも私の体験を話しています。再生リストも作成しましたのでぜひご利用ください。今回の内容もコメント欄が荒れるような気がしますが話していきますね。もし自分の彼氏、彼女が創価の人でも付き合っている時はさほど影響がないと思います。私と創価どっちが大事なのって揉めるくらいだと思います。この動画では結婚相手が学会員の場合でお話ししていきます。結婚を考えると相手が創価であることが大きな問題になってきます。結婚となると本人同士ではなく親、家族が関わるので、相手が創価だからと結婚を諦めるのかどうかを簡単に決められません。かといって避けられない問題です。自分が学会員の場合、結婚するなら学会員だと相手に話す必要があります。未活だとしても2世だとしても話した方がいいと私は思います。内緒にしておいて後でバレるよりずっといいかと思います。私みたいに夫の実家に行った時、でかい仏壇があって創価一色だったのでビビりました。創価だとね、事前に知らされていても、ってちょっと怖かったです。例えば彼氏が創価の人で未入会の彼女に自分は創価だと伝えるのはすごく勇気がいることだと思います。そのカミングアウトで彼女との関係が終わるかもしれないから。だからまず勇気を出して話してくれたことを理解する。自分のことをね、信頼して話してくれたんだと。そもそも結婚生活は両方が学会員であっても絶対うまくいくわけではないんです。学会員同士で結婚しても離婚した夫婦もいます。学会員がみんな同じような熱量で活動していて、同じような考えを持っているわけではありません。そりゃそうですよ。価値観なんて家族でも違うから他人同士なんて意見が合わないのは当然だと思うこと。どんなことを大事に思っているかなんて人それぞれ違います。結婚するなら入会してほしいと言われたら、あなたが宗教に関して、信仰に関して、どのように捉えられるかを考えないといけないんです。宗教無理って思うならそれまで。だからどこまでなら妥協できるのかを話し合う。こちらの動画でも話しましたが、結婚なんてお互いが歩み寄って妥協するものだと思います。例えば、入会しないから勧誘しないでと伝える。それとも仏壇は置いていいのか、政教新聞は購読してもいいのか、学会活動してもいいのか、自分たちの子供は入会するのかしないのか。学会活動に反対するなら、それなりの理由を伝えないといけません。創価でない人にとってはわからないんですよ。どうして他人のためにそこまでするのかって。極論を言うと、例えば、夫が活動ばかりで働いていない。ずっと好きなことをやりたいことをしている。でも奥さんは生活していくために必死で働いている。それは不公平ですよね。今の時代、亭主関白の考えは淘汰されて、夫婦は対等であることが当たり前です。部員さんのために、世界平和のために活動することは素晴らしいですけど、妻としては現実を見ろよって思います。人のためにすることが巡り巡って自分のためにもなると言われたらそうかもしれませんが、そんなキラキラしたいいことを言われたって思います。活動すればするほど功徳になる、家族の幸せにつながる。そう考えているのは信心している人だけです。信心していない家族は幸せじゃないことに気づいているかと。世界平和なんて絵に描いた餅だと私は思うのですが、本気の本気で信心していて世界平和を目指しているので伝わらない。学会活動を功徳とか世界平和のためにという言葉でコーティングして反論できない善意を突きつけられている感じがします。あるいは社会貢献。
会のために活動することの何が悪いんだって。未活の妻から見ると家族ではなく他人を優先して活動していることは事実です。なんだか夫の愚痴みたいになってきたので一旦リセットしましょう。すみません。そうかじゃなかったらって思うんですけど、その事実は変えられないのでどうこう言っても何も変わりません。そうかの人にとったら生まれた時から刷り込まれた価値観に疑問を持って否定することはもう不可能です。無理だと思った方が楽です。じゃあどうするかって考えるんですよ。そうか無理って思うなら離れる。どれだけいい人でもこの人そうかだしっていう色眼鏡で見るようなら終わりにしましょう。そうでないならどこまで許せるか。自分が我慢するんじゃなくてね。どこまでなら学会活動や相手の価値観を受け入れるかを考える。自分の基準を決めておくとあまり悩まないかと思います。相手のことは好きだし結婚したいと思っているけど入会はしたくないならそう伝える。それでも入会を進めてきたらなしかなとか。この人そうかなんだ、じゃあダメだってスパッと切るのではなくてちゃんと話し合うべきだと思います。話し合えないならそこで終わり。未活の主婦として言いたいことは他の部員さんのために学会のために活動すればするほど家族は離れていきます。どうして学会活動を分かってくれないんだではなくて家族の気持ちを考えたことはあるかと言いたいですね。こちらの動画でもちらっと言いましたが、どうして分かってくれないんだと思う気持ちは自分本位です。あなたの気持ちを家族に押し付けているだけです。まずここを理解してからじゃないとお互い土俵に立てません。話し合いにならないので、喧嘩せずに落ち着いて会話ができるように、自分は間違っていないは思い込みだと気づく必要があります。もちろんお互いにです。信心していない立場に立って言うと、家族と学会どっちが大事なのと問い詰めても答えは出ません。さらに学会活動している夫にどっちが大事なのと問い詰めたり、ああしてほしい、こうしてほしいと言い過ぎることも夫を追い詰めることになります。家族を大切に思っていることはわかるので、夫は学会と家族の板挟みで疲れてしまいます。かといって未入会の妻が言いたいことを黙っていれば平穏無事に済むとは思わないです。いつか爆発してしまうだろうし、バリ活している夫にとっては生活の軸が宗教になっているから、喧嘩の火種がばらまかれている状態だからです。だからちゃんと話し合うべきだと思いますね。結婚を考えているなら、相手と相手の家族がどのくらい信仰心が強いのか、どのように宗教を捉えているのかを知る必要があります。相手の親が熱心で入会を進めてきたり、選挙のお願いをしてくるような感じなら、距離を置くべきかなと思います。良かれと思って進めてくるのだと思いますが、こちらの気持ちは無視ですよね。私の場合は、夫のお母さんから入会しなくていいって言われました。パンプキンとかね、東大とかね、これ読んでって言われたくらいで、学会の話をされたことはありません。ちゃんとお題目あげてるのとかもね、言われたこともないですし、選挙のお願いもされたことは一度もありません。私も子供がいるので、子供には幸せになってほしいし、守りたいと思う気持ちはわかりますが、子供本人のね、意思があるので、見守る姿勢が必要だと思います。結婚相手も入会しないとダメだなんてかなり自分勝手ではないでしょうか。本人が決めたらいいんですよ。私は結婚相手やその親から入会を結婚の条件に出してきたらもうさよならかなと思ってしまいますね。親が用意した枠組みにはまらなきゃいけないところもあると思うんです。由緒ある家柄だったりするとね。でもほとんどの家はそうではないですよね。年頃になったら結婚して子供を持ってマイホームを持つ。これが常識とされていましたが今は違うんですよ。幸せの定義は人それぞれ違います。これは持論ですが、結婚するときは結婚相手ではなく、その親がどういう人かを見るのも結構ポイントではないかと思います。なんだかそうか関係ない話になってきたので終わりにしましょう。私がこの動画で言いたいことは、自分の価値観を押し付けるのに相手に配慮を求めるのはおかしいと思います。入会してほしい、学会活動を理解してほしいって。信心していない相手の価値観はどうなりますか？
結婚して夫婦として家族になりたいんだったら、思っていることをちゃんと冷静に話し合うこと。不安をずっと持ち続けても解決しません。こちらの財務の動画でも言いましたけど、どちらかのやりたいようにすることでもなく、どちらかが我慢することでもなく、お互いの妥協点を見つける。家族でも価値観が違うのだから、他人なんて価値観が違って当たり前です。自分の意見は正しいと思わないこと、相手の意見を聞いて受け止めること、ここがスタート地点です。結婚はゴールではないとよく言われますよね。ゴールではなくて共同生活のスタートです。お互いに完璧を求めすぎるとしんどくなって壊れてしまいます。自分も相手もダメなところがありますし、お互いに期待しすぎない方が関係が長続きするのではないかと思います。考え方も大事にするものも全く違ってお互い分かり合えないならそれまで。家族って依存する関係ではなくてチームなんです。年齢や性別、性格は違うからこそ補い合って助け合える仲間なんだと結婚生活19年目にしてようやくそう思えるようになりました。ちょっと綺麗に言い過ぎかな。結婚を機に今まで真剣に考えたことがなかった宗教について向き合うことになった方もいるかと思います。結婚して家族を築いていく中で宗教はたった一つの問題に過ぎないと思います。それ以外に納得いかないことも解決できないこともたくさん出てくるのではないかと思いますね。最後にですね、Google フォームからメッセージをいただきましたので2つだけ紹介します。ラジオネームメロンパンナさん。はじめまして動画を拝見させていただきました。相談です。現在お付き合いを始めてから1年ほどの彼がいます。付き合い始めて2ヶ月ほどの頃に彼の家庭が学会員だと分かりました。彼は学生時代嫌な思いをしたそうで今は未活の状態だそうです。彼とは将来の話もしています。結婚や家庭を持った際に勧誘されるのではないかと不安があります。もし確認するのであれば何を聞けばよいのでしょうか。家族、祖父母、兄弟の家族がどの程度信仰しているのかも確認するべきですか？その他確認するべきことは何かありますか？はい、メロンパンナさんありがとうございます。彼が未活ならね、あまり心配しなくていいかなと思いますね。おっしゃるように彼の家族がどのくらい活動しているのかは絶対聞いた方がいいです。もし彼の親から勧誘されたとしても、彼が間に入ってくれると思うので大丈夫だと思います。同居はしないですよね。もし結婚することになったら、メロンパンナさんのご両親がね、どういう反応をされるのかの方が心配です。まあでも親には言わなくてもいいのかな。離れて暮らすし、影響がないですよね。為替の時に相関の話をするようなことはさすがにないと思います。彼の祖父母や兄弟の家族とか、それほどね、会う機会はないと思うので、心配しなくても大丈夫だと思います。彼の親兄弟はどのくらい熱心なのかはね、聞いておいた方がいいです。親が熱心じゃなくても、兄弟が熱心なら誘われる可能性はあります。役職があるのか、実家が会合の会場になっているのかを聞いてみたらどうですかね。ポスターが貼ってある家なのかとかね。そうは言っても、その方にもよるので、熱心な学会員さんだとしても勧誘してこないパターンもあります。うちの場合ですね、熱心なのは夫と夫のお母さんだけです。結婚したとはいえ、親戚付き合いは本当にないですよ。お母さん側の家族はみんな学会員みたいですが、数回しか会ったことはないですし、そこで倉庫の話をされたとかもね、全くありません。続いて2通目は、我が家と同じように、夫が学会員で、妻が未入会の状態でご結婚されたという方のメッセージです。ラジオネームタムタムさん。初めてコメントします。私も学会員で結婚もしており、妻も学会員ですが、夏木さんと同じように、妻は学会員ではない状態で私と結婚いたしました。少し違うのは結婚を条件に入会も進めませんでしたし、結婚するということは2人の生活が大事だと思っていたので、学会活動を何においても優先することはしませんでした。最終的に妻は入会しましたが、自分の意思で入りました。悩みがあったので入ることで解決するのであればって感じで、
その時は夏木さんと同じように活動する気は全くなかったそうです。夏木さんの動画を見た感想ですが、もう少し旦那さんが夏木さんや家庭生活に目を向けるべきではないのかなと思いましたし、もっと丁寧に向き合ってくださると、夏木さんがもっと深く理解ができるのではないかなと感じました。これからの動画も楽しみにしております。ありがとうございます。はい、たむたむさんメッセージありがとうございました。一つだけお伝えしておくと、我が家も結婚を条件にね、入会を進められたわけではありません。最初のこちらの動画で話しているとは思いますが、はっきりとね、話していなかったかもしれません。旦那さんが家庭生活に目を向けるべきだと。そうだと私も思うんですけどね、夫はちゃんと考えているって言いますね。二人の生活が大事だと思っていたので、学会活動を何においても優先することはしませんでした。はい。このようにね、考える学会員さんもいらっしゃるんだと思って、これを伝えたくて紹介させていただきました。ここでお知らせです。片方が創価の人の体験談を募集します。私のように夫が創価で自分が入会していない方、もしくは未活の方、あるいは妻がバリ活で自分は未入会、両方学会員だけど夫はバリ活とか、こういう経緯で結婚したとか、こんな問題が起きてこうやって解決したとかね、夫婦でなくてもお付き合いしている方が創価の人だったとか、体験談をシェアしてくださる方は、概要欄にある Google フォームからお送りください。お待ちしております。今回紹介させていただいたたむたむさんのメッセージのようにね、軽い感じで全然構いません。もちろん結婚にまつわることではなくても、お便りはいつでも大歓迎です。ちゃんと書かなきゃとね、肩肘張らなくて大丈夫ですので、お気軽に送ってください。これまでのお便り紹介、コメント紹介の動画が好評だったので、定期的にね、動画にしようかなと考えています。概要欄にある Google フォームには動画で紹介していいかどうかを選択する項目が必須になっているので、はいに選択された方は、動画内で紹介させていただく可能性があることをご了承ください。このチャンネルもいつの間にかチャンネル登録者2000人を突破しております。高評価やコメント、チャンネル登録をしていただき本当にありがとうございます。応援のコメントもね、たくさんいただいて本当に嬉しいです。動画投稿の励みになっております。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。正反対のことを言うと、結婚を機に創価から離れることもできます。学会活動をやめたいけど、親がいる手前続けていたなら、環境を変えれば生活は変わりますよね。